ちは、ネイジの猪俣です。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。今回の動画ではこちらのトートバッグの作り方を紹介します。このチャンネルでは初心者様にも分かりやすいように丁寧に音声で解説する動画を配信しています。こちらも新刊の著書にもなっている付録の定規を使用してこちらのパーツの方を作っていきます。もちろん本がない方もですね、定規がない方も動画の方をご覧いただきながら一緒に作ることができるようになっておりますので、ぜひ動画の方最後までご覧いただきながらチャレンジしていただけたらと思います。でサイズ感としてはこう開けるとまずね、この内ポケットがタックの内ポケットがついています。私のお気に入りの著書なんですが A4 の変形サイズになっています。で入れるとすっぽり収まるサイズ感になってます。今回は持ち手をショルダータイプにして肩からかけられるような仕様にしてみました。でちょっとね、このデザインもこの方向は布方向縦方向でこっちはこの方向になりますからね、少し変わってますので一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。どんな風にね作ってるのかなっていう気になるところもぜひチェックしていただけたらと思います。それでは早速始めていきましょう。それでは準備するパーツの紹介です。画面をご覧いただきながら材料の準備をよろしくお願いします。タブはお好みでご準備ください。この定規のこの黒い線を使います。で黒い線を角に直角に合わせて線を引いた後にさらに縫い代の分ですね、1センチ足しています。それでは持ち手を作ります。持ち手はいつものようにアイロンでまず2つ折りにします。そしたら布を広げてこの今折り目がついたところに両端を合わせて4つ折りにしていきます。そうしたら際を片側のみ縫います。際を縫う時に便利なのがいつも紹介しているこちらの立ち目かがり押さえになります。本来はジグザグミシン用の家庭用ミシンの基本押さえにだいたい入っているパーツになっています。メーカーによってはちょっと形状がね変わってくるかと思いますが、このエッジを活用して際を縫う方法を紹介します。もしねお手持ちにございましたら一緒に試してみてください。今回使用するミシンは重機の家庭用ミシン EX7。縫い目の長さは通常の 2.4 もしくは 2.6 などでご準備ください。ミシンの針は11番普通地用になります。そしたらこのエッジのところをこの端のところに合わせて縫います。縫い終わりと縫い始めは返し縫いをしましょう。こんな感じでね、際が綺麗に縫えますので、お手持ちに押さえパーツある方はぜひお試しください。それでは内ポケットを作ります。表面にのみシールを貼ってみました。裏表が同じになりますのでちょっと分かりやすいようにしています。そしたら中表に重ねましょう。で重ねたらこの端のところを待ち針で留めていきます。端から1センチを縫います。1センチを縫うときはこのマスキングテープをガイドにしてみましょう。1センチ先に針を下ろします。返し縫いからスタートしましょう。はい、では縫い終えたところです。1センチで1回表にしましょう。
表にすると今ねこのシールが貼ってあるところの面になってくるかと思います。そうしたら縫い代を片側に倒して縫い代をね肩倒しにしておきます。この時点でタブをつけましょう。このちょうど縫い代はこの段になったところ、ここにピタッと合わせて端を 5mm で縫います。はい、ではタブがついたところで一回シール剥がしておきます。そしたらもう一度裏にしましょう。裏にしたらもう縫い代が片側に倒れていますので、その片側に倒れたところに合わせてこの端のところをこう輪にした状態でここを蛇腹に合わせます。この端が合うようにして畳んでみてください。で待ち針で留めましょう。はい、では両方止まったところになります。そしたらタブがついてあるのが右側になります。こちらの方に返し口を作りたいと思います。ここのとこですね、間のところ5センチほど目分量で構いません。ここのところ縫わないというふうにバッテンを書いておきます。バツを書いてここからここまで、ここからここまでを縫いましょう。で反対は1センチをそのまままっすぐ上から下まで縫います。縫い終えたところになります。そしたら返し口から表にしていきます。表にするとき角は最初に出しておくと仕上がりが綺麗になりますよ。最初にこの角のとこ畳んで内側から出しておきます。この部分も畳んで、そしたら表にしていきましょう。はい、ではこのように表に出てきたところで最後にこの角のところ目打ちでもう一度整えておきます。ここのところもう一度しっかりと折り目をつけておきましょう。そしたら今度この際のところを縫います。待ち針で動かないように少しね止めておくといいですよ。そしたら持ち手を縫う時にも使ったこの立ち目かがり押さえを使ってこの際を縫いましょう。いかがだったでしょうか。際ねかなり綺麗に仕上がったんじゃないかなと思いますが、はい、それでは今度はタックを作っていきます。定規を使ってサイズを測っていきましょう。せっかくなのでこちらの定規使いたいと思います。端から10センチのところに印をつけてください。この印はですね自然に消えるペンがいいですね。仕上がった時に丸見えになっちゃいますので消えるペンじゃないとあと響いてきます。そしたらこの部分を2つ折りにしましょう。はい、そしたら待ち針で留めて際を縫います。では返し縫いからスタートします。際を縫い終えたところです。こんな感じで。そしたら反対面にしていただいてまたね線を引いていきます。では今度はこの定規使ってみましょう。タックのサイズを2センチにしたいので2センチのところに合い印を入れます。これも同じようにして下のところですね線入れて、今度はこの線をまっすぐに引きます。長い定規で線を引いていただけたらと思います。この線も同じように自然に消えるペンで描いてください。はい、ではこんな感じで2センチの線がですね引けたところになります。ではここからは内ポケットをつけて内袋を作っていきます。そしたら今つけた線のところがありますね。今つけた線のところで合わせて留めましょう。はい、じゃあこのようにしておきます。そしたら内袋はまだ中央の合い印がついていませんので中央の合い印をつけましょう。中央の合い印の入れ方は布の端と端を持って輪になった部分、こちらを
つまんで横2ミリ縦3ミリでハサミを斜めに入れてカットします。そうするとこのような V ができてきます。はい、では中央の合い印がついたところでポケットの付け位置を印をつけていきます。だいたいこの中央の上から7センチを目安につけたいと思います。この幅が5センチでここのくぼみが2センチになるので、ちょうどねここに合わせると7センチになるんですね。なのでこの中央のところで合わせたら横に線を引いて、この中央の印にローマ字の T を書きます。でポケットのこの幅に合わせてこの高さを揃えますので、この横のところにも少し線を書いておきます。こうすることでポケットの高さを合わせることができます。で中央のところは上に線を継ぎ足してプラスというふうに文字を書いておきましょう。合い印はこことこことここの3箇所になります。ちょっとね見えにくいですけどね。そうしたらポケットをこう2つ折りにして、中央になる場所にこのクロスのところを合わせます。で合わせたらこう開いて周囲を待ち針で留めていきます。この高さも揃えておきます。ポケットの返し口は周囲を縫う時に同時に縫いますので、返し口閉じなくても大丈夫です。ではポケットが止まったところで一度ですね、このタックに留めていたところを外して書いた線のところをまたぐようにして待ち針で留めましょう。これで仕切りを作っていきます。そしたらこの仕切りのところを縫いましょう。ポケットのこの仕切りを縫うときはこのポケットの底側から縫っていきます。返し縫いをします。まず3目ぐらい前に進んで返し縫いをしましょう。はい、そしたら上に向かって縫っていきます。はい、そしたらちょうどこの布から降りるギリギリのところで針を止めたら一度押さえを上げます。で布を90度回転させて押さえを下げて1目だけ横にずれます。はい、そしたらもう一度押さえを上げましょう。でもう一度90度回転させて押さえを下げます。そしたら今1目横にずれた分だけこの横に平行にしてもう1本縫っていきます。そしたら押さえを上げて回転させて最初の糸を切ります。細長い長方形を作るようなイメージです。1目横にずれてここで最初の布目をつなげていきます。はい、いかがだったでしょうか。こんな感じでポケットのとこですね、平行にして縫ったところです。一番ね力が加わるところなのでこのような感じのデザインで紹介させていただいています。そうしたらポケットの周囲をぐるっと縫いましょう。最初は自分の手前に向かって3目ほど縫います。そしたら返し縫いしましょう。はい、そしたらもう一度先ほどのポケットを作った時と同じようにして横にずれて1目動かします。そしたら続けて際を縫っていきます。でこのポケットのタックのところに来たらこの部分は返し縫いをしっかり入れておきます。重なりの厚いところは返し縫いをしましょう。はい、ではポケットが縫い終えたところになります。はい、では、この袋を作っていきますよ。パタンと閉じて両端を留めていきます。今回のトートはですね、マチがないのでぺたんこに仕上げていきます。でポケッ
ポケットを作った時と同じように返し口を残していきます。はい、で反対側は同じように袋のこの入り口側から縫いますので、反対側も上から待ち針を留めていきましょう。はい、そしたら返し口を作ります。返し口はポケットの内面を上にして右側にしています。そしたらこの底だいたい5センチぐらい上からですね、8センチぐらいを目安に返し口を残しましょう。目分量で構いませんが、小さくなりすぎると開き口がちょっとね小さくなっちゃいますので気をつけてください。そしたら上からこの開き口のところまでと開き口から下までを1センチで縫います。で縫い終えたら反対側は上から下までを1センチ縫います。縫い始めと縫い終わりは返し縫いをしましょう。では内袋が完成したところです。それでは今回はこの三角のパーツがそれぞれあります。ちょっとね合わせ方が難しいので一番やりやすい方法を紹介していきたいと思います。まずサイズで切り取った三角形のこの中央の合い印をつけていきます。で斜めにカットしてますので、こうやって指で引っ張ると伸びていっちゃうんですね、バイアステープみたいに。なのでちょっと優しく持っていただいて、この輪になったところに V の合い印を入れます。横2ミリ縦3ミリでハサミ斜めにカットしてください。そうするとこのような感じで V の合い印がつけます。1本の線で作るよりはこの V の方が綺麗に決まりますので、同じように合い印を入れてください。この定規の黒い太い線を布端に合わせます。で合わせたら線を引きましょう。この角線は自然に消えるペンを使うようにしてください。で他の2枚も同じようにして描きます。そうしたらこの3箇所の合い印に三角の合い印を入れていきます。この最初につけたこの中央の合い印とぴったり合うようにしますので、同じようなサイズで仕上げていってください。12センチのところにつけた合い印と小さい三角形の合い印を合わせましょう。はい、では中くらいの大きさの三角形を上のところに合わせます。同じようにして待ち針で留めましょう。では最後に大きい方を合わせていきます。そしたらそれぞれを1センチ縫います。はい、それでは縫い終えたところです。そしたらコロコロオープナーを使ってしっかりと形を整えていきましょう。ここでサイズの確認しっかりしておきます。はい、そしたら待ち針で留めて際を縫います。で際を縫うときはこの立ち目かがり押さえを使うといいですよ。返し縫いもしっかり入れて縫いましょう。それではこういうマス付きのこのマットなどを使って、あと定規を合わせて端と端からこう線をつないでいきます。
4箇所切り落としていきます。これで前パーツの完成になります。バッグの脇タブは上から3センチのところにつけます。合い印用の定規を使って印をつけます。そしたらミシンで端から5ミリを仮止めしましょう。持ち手の合い印もこの定規を使います。この0と書いてあるところがこの丸い穴ですね。これが中心になりますので中央に合わせましょう。合い印をつけた中央に合わせます。合わせてピタッと合わせちゃっていいです。そしたら今度は5センチずつに印をつけます。5センチはこの端のところを活用してください。この部分ですね。ここがちょうど5センチのところになります。で持ち手をつけるときはこの布の端になりますので、ここの延長線のところを自分で書いておきます。このもう1枚の方も一緒に重ねて印をつけておくといいですよ。でこういう風に合わせたら2枚重ねた状態で持ち手の合い印を5ミリ切り込みを入れておきます。はい、で持ち手がついて袋を作ると少しやりにくくなりますので、このままですね袋を作っていきます。こちら表面にシールを貼ってあります。中表に重ねたら全てですね一周留めていきます。前側のパーツは斜めにカットしてますので少しね伸びたりしますので、ちょっとその辺調整しながら留めてみてください。周囲を1センチ縫います。でこの重なりのところは返し縫いをします。そしたら最後のこのタグのところも返し縫いをしましょう。はい、縫い終えたところになります。あとこのほつれが気になる場合は周囲にロックミシンなどかけるようにしてください。縫い代に1センチありますので、特にジグザグミシンを入れなくてもいいかなとは思っております。そうしたらこの角のところですね、しっかりと折って表に返していきます。角はしっかり出しておきましょう。今度はねフラットなトートバッグになりますので、平らなトートバッグになってきますのでね、結構この角が目立ってきます。で角がきれいに出てないところはまた目打ちを入れて押し出すようにしていきます。はい、それでは持ち手をつけていきます。持ち手はこの縫い合わせてるところが外側になるようにして、先ほどつけた合い印、このね外側にこう合わせます。この合い印の外側に留めるようにしてください。で反対側、今回持ち手長いですからね、ねじらないように気をつけて反対側にも留めます。すべての箇所ですね、端から5ミリで仮留めをしていきます。では持ち手がついたところです。そしたら内袋の中に入れていきます。内袋のこのポケットの方をこのテーブルの方に置くような感じにして、ポケットがついてない側とこの花柄の方が合うようにします。で脇は縫い代を交互に倒します。前側に縫い代を倒したら内布は後ろ側に倒してください。こうすることで縫い合わせた時のズレが防げます。あとは中央を合わせていきます。はい、そうしたらぐるっと1周1センチを縫います。ミシンのアームが外せる場合は外しておきます。
縫い始めはこの脇のところになります。返し縫いをしないで縫い始めましょう。ではマスキングテープとこの端を合わせながらぐるっと縫います。で持ち手のところは返し縫いをしましょう。そうしたら最初の縫い始めの糸がありますので、縫い終わりのところに来たら最初にこの糸を切っておきます。そして最初の縫い目に重ねて、縫い終わりはここになります。縫い始めこの辺りだったと思います。縫い終わりはここになります。縫い目を重ねましょう。はい、そしたら最後少しだけ返し縫いをしておきます。こうすることでこの部分がですね、返し縫いと同じ効果になります。はい、では固定にしていきましょう。そしたら一度この状態で縫い代を倒します。これで綺麗に仕上がっていきますので、ひと手間加えていきます。この縫い代のところですね、コロコロオープナーを使って倒します。ここはね、アイロンはあんまり使わない方がいいですね。でこの時にもう一度ですね、持ち手がねじれてないかどうか確認しておくといいですよ。この後はもう際を縫いますので、この状態でもう一度確認をお願いします。はい、でしっかり縫い代が倒せたら内側に入れていきます。こうやって両脇を揃えて交互にやることで、ここの部分が非常にね綺麗に仕上がります。はい、ではこんな感じで周囲が止まったところです。今回は内布を少しだけ見えるように、1、2ミリぐらいですね、見えるようにして留めてみました。ちょっとしたアクセントになります。そしたら周囲をぐるっと一周縫います。この際のところを縫っていきます。縫い始めは先ほどと同じ脇からになって、縫い終わりもこの脇で止まるようになります。あともう少しなので頑張りましょう。はい、それでは最後の際を縫う時もこの立ち目かがり押さえを活用してみましょう。そうしたら縫い始めのところに来ましたので、最初の糸を切ります。そしたら縫い目を重ねて少しねちょっとステッチを入れてみますよ。はい、だいたい1センチぐらいですね、先に進んだところで一回押さえを上げます。上げてちょっとね色の濃いものにしたので、今回は入れてみたいと思います。でここで2目ほど前に進めて後ろに下がります。でもう一回前に進めて、もう一回だけ後ろに下がります。これで糸を切ります。最後はステッチで縫い終わってみました。では仕上げにですね、返し口を閉じます。返し口は手縫いでこの字とじで閉じてもいいですし、ミシンでもどちらでもお好みで、開き口のところが分かるように待ち針で留めておきます。この開き口から5ミリずつ長めに際を縫いましょう。はい、これで完成になります。いかがだったでしょうか。ちょっとね布の方向とかが変わったりして、普段と作り方が違うトートバッグになりましたので、少しこの辺のズレとかが気になる部分がもしかしたらあるかもしれないんですが、ゆっくりね進めていけばこのような感じで仕上がってくるかと思いますので、一緒にチャレンジしていただけたら嬉しいです。でこのローズの柄なんですけれども、私の著書の方とか、あと掲載誌よくご覧になってる方はお気づきかと思うんですが、このねローズの柄で作った作品をですねいくつか掲載させていただいております。でその度にこの合わせる布、この配色をですね変えてるんですよね。
で今回は私の好きなグリーンを合わせてみました。裏面ね1枚のグリーンになってますけれども、いろんな色合わせとかね布合わせをしながら楽しんでいる布になっております。皆様もよかったら一緒に布合わせも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。で今回の YouTube 動画をご覧いただいて、さらにステップアップを目指されたい方には、私はですね、防具学園で普段授業の方を行っております。あとオンライン講座も各種ございますので、ぜひこの機会にご受講をご検討いただけますと嬉しいです。あとおすすめの手芸道具なども概要欄に記載していますので、よかったら時々チェックしてみてください。